皆さん、こんにちは。クエスタの大村です。今日は福井大学地域教育学部附属義務教育学校後期課程、入試目前ということで、付属中の、入試対策少しお話をしたいと思います。付属中は、過去問を公開していないので、その過去問をやって、本番に備えるということはできないんですが、ちょっと似た問題を出すところというのはありますので、その話を少し今日はしたいと思います。国立大学の附属中学校というのは、福井大附属中に限らず、過去問を公開していないところが多いので、過去問の入手が難しいという特徴があります。ただその、国立附属地同士で問題の傾向がやっぱりちょっと似ているので、数は少ないですけど、公開されている、学校の、過去問をやることで、本番に備えることができます。福井大附属中の場合は、さすがにその筑波大附属とか、お茶城附属とかそういう、ところの、過去問をやるのはちょっと意味がないんですけど、京都教育大学附属、桃山中学校とか、あとは奈良教育大学附属、中学校、あとは茨城大学附属中学校、この辺が、利用できます。はい。ということで、今日は、京都教育大学附属中学校、ちょっと古いですけど、2018年の過去問を使って解説をしていきたいと思います。京都教育大学附属中学校の過去問はネットで探すと見つかるので、ちょっと探してやってみてもらうといいかなと思います。総問集合の大問1、2は飛ばして、大問3の解説から始めます。大問3は選挙で何票を取るって当選する可能性があるか、必ず当選するかというようなタイプの問題です。はい。じゃあ早速問題をやっていきましょう。50人のクラスの中から学級委員を1人選ぶことになりました。A 君、B 君、C 君、D 君、E 君の5人が立候補したので、1人1票を投票する選挙で一番多くの票を集めた人を学級委員に選ぶことにしました。立候補者以外の45人全員が必ず1票ずつ投票し、無効票はないこととします。次の1から3の問いに答えなさい。括弧1、必ず当選するためには最低何票必要ですか？投票する人数がこれ45人で、1票ずつなので、全体で票の数は45票あります。候補者が5人いますけど、必ず当選するために必要な票数ということなので、最悪のケースを考えます。で、その最悪のケースというのは、自分以外のもう一人に票が集中するというケースですね。例えば、自分が22票、取っていても、他の誰か一人に残りの23票が集中すると、その人が当選してしまいます。ということなんで、必ず当選するために必要な、得票数というのは、過半数の23票ということになります。過去に当選する可能性があるのは、最低何票からですか？今度はその最低何票から可能性があるかということなので、自分の票が、少なくても当選できるのはどんな場合かということを考えます。で、そう考えると、自分の票が少なくても当選できる場合というのは、他の4人の候補に、票が均等に分散する、場合です。例えば、これ、5人候補者がいて、45票あるので45割る、5で、9になりますけど、最低9票あれば、他に、均等に投票が分散した場合は、全員これ同じ9票ということになるので、これは可能性があるということになります。なので、これは最低9票から
当選する可能性があるということで、答えは9票になります。かっこ3、開票の途中経過を調べると、A 君5票、B 君4票、C 君6票、D 君4票、E 君9票でした。A 君が必ず当選するためには最低あと何秒必要ですか？最低あと何秒必要ですかということなので、これも、最悪の場合を考えます。最悪の場合というのは、A 君以外のこれ4人の中で一番多く得票しているのが E 君ですけれども、この E 君に残りの票が集中するという場合です。なので、まずこの A 君と E 君の差が9-5で4票差があります。なので、まず少なくとも E 君に並ぶためにこの4票は必要です。で、この4票を、加えると、この票の合計が、4たす5たす4たす6たす4たす9で合計で32票で、全部で45票あるので、この状態で残っているのは13秒ということになります。で、この13秒を、13秒の中で、自分以外の票が、全部 E 君に、行ってもその当選する、得票数というのが必ず当選するために最低必要な得票数ということになります。13秒のうち、この過半数の7票が E 君に行ってしまうと、残りの6票を取ったとしても、E 君が当選することになってしまいます。なので、必ず当選するためには、この E 君との差を埋めるために必要なこの4票に加えて、この13の過半数の7票を加えた4たす7で11票。これが最低で必要な得票数、残りの得票数となります。大問5、兄と弟は家から 2km 離れた公園まで遊びに行くことにしました。まず弟が家を出発し、分速60メートルの速さで公園へと向かいましたが、疲れたので途中で1分間休んでから、少しペースを上げて、分速80メートルの速さで公園へと向かいました。兄は弟が家を出発してから16分後に家を出て、途中で弟を追い抜き、公園へ到着しました。次のグラフは兄と弟が家を出発してから公園に到着するまで、時間と道のりの関係を表したものです。下の括弧1から括弧3の問いに答えなさい。括弧1、兄が家を出て公園まで向かった時の速さは分速何メートルですか？兄が家を出て公園に向かったと。問題文を、まず、読み込みましょう。兄が家を出て公園まで向かった時の速さを知りたいので、このグラフでこの2つ線がありますけど、これのどっちがお兄さんかっていうのをまず読み取ります。弟が先に家を出発して、それで、その後で兄は弟が家を出発してから16分後に家を出てとあるので、この16分後から始まってる、この線が、お兄さんの、時間と道のりの関係を表したグラフということになります。で、問題で聞かれているのは兄が家を出て公園まで向かった時ということなので、公園までの道のりが、これ 2km、2000m あります。で、かかった時間がどれぐらいかかったかというと、このグラフを見ると、この28分と29分のこの間のところで、この2000のところについているので、16分から始まって、28分30秒のところでついたということになるので、この間の時間の12分30秒が、これがお兄さんがこの2000メートルの距離を
進むのにかかった時間ということになります。なので、兄が家を出て公園まで向かった時の、速さ、道のり割る、道のり割る時間ですから、2000メートル割る、12分半、12分半、12分30秒なので、12.5分、ということに、なりますので、答えは160メートル毎分。なので、答えは分速160メートルとなります。うるさいぞ。はい、次。弟が公園に到着したのは、兄が公園に到着してから何分何秒後ですか？これも、グラフを見ればわかりますね。弟はこっちのグラフです。弟はこっちのグラフです。で、公園に着いたのが、ここなので、この30分のところで着いたということになります。で、この28分30秒のところから、この30分の、ところの差が、これが時間差ということになるので、30分から28、これを引けばいいので、1.5分、つまり答えは1分30秒後となります。はい。かっこさん、兄が弟を追い抜いたのは、家から何メートルの地点ですか？追い抜いた、兄が弟を追い抜いたっていうのは、どの時点かというと、ここですね。このグラフが交わっているところ。でここを見ると、時間がこれ27分のところで、追いついています。で、この兄が出発した16分を基準にすると、この間は11分なので、兄が11分進んだところであったということなので、兄の速さが毎分160メートル、分速160メートルなので、それの11分分ですから、1760メートルということになりますので、答えは1760メートルとなります。はい、次、大問6。次の数の列はある規則に従って並んでいます。下の括弧1、括弧2の問いに答えなさい。1番目1、2番目6、3番目18、4番目40、5番目75。はい、括弧1、6番目の数は何ですか？6番目の数を考える前に、まずこの、ある規則に従って並んでいるということですけど、この規則が何かというのを、考えないといけません。規則に従って数が並んでいるっていうのは、まあ大体、3パターンぐらいあって、まず1パターンが、グループごとに、1から始まって、次のグループが例えば1、2になって、次のグループが1、2、3になってというふうにこう、グループごとにこう数が進んでいくっていうようなタイプの数列だったりとか、あとはこの数の間の差を取ると、その差に規則性がある。例えば、1、3、5、7、9という数列だったら、これは1から始まって、この差が全部2でこう進んでいくという、ルールになるし、あと、この差を取ると、その差が、この差も徐々にこう増えていく。その差が1ずつとか2ずつとか3ずつとかこう増えていくっていう、そういうパターンがあります。で、あともう一つ最後の、パターンっていうのが掛け算になってるパターンですね。こう同じ数ずつこうかけて、増えていくというような、のもありますし、あとは、このかける数同士の、
そのかける、この2つの数にこのルールがあって並んでいるという、こういうパターンもあります。なので、この規則に従って、数がこう並んでいるという、問題では、まず、このグループごとになっていないかという、ことを見ます。で、これを見ると、特にそういう、規則はなさそうなので、次に考えるのは、この間の差がどうなっているかというのを調べます。で、その差を取ってみると、1番目と2番目の間が5、2番目と3番目の間が、12、その次が22、でその次が、35になってます。で、これでもまだちょっと、規則性がちょっと見えてこない、ですけど、この最初の16、18、40、75というこの並びに比べると、なんかちょっと、だいぶ、この差が、詰まってきて、規則性があるっぽい感じがちょっと、してきます。で、そこで、さらに、この数同士の間で、規則性がないかということを、調べてみます。そうすると、この間の差を取ると、これが7、10、13というふうになっているので、これで、この数の並び方の規則がこれで、分かったかと思います。まずこの7から始まって3ずつ増えていく数列が、あって、で、この2段階目にその3ずつ増えていくこの数の分さらにこの5から始まってそれが順々に足されていく、っていう数列があってで、3段階目にさらにそれを1から順に加えていくというこういうルールになっているというのがわかると思います。で、このルールに従って6番目の数は何かということを考えます。この1段目の数列は3ずつ増えていく数列なので、次の差はこれは16ということになるので、この35の、次は35、足す16で、ここは11ということなので、この75のこの次は75に11を足した126となりますので、この6番目の数は126となります。はい、過去に20番目の数は何ですか？一応これ、規則性は見つかりましたけど、これを順々に続けていって、これ20番目までやるっていうのはかなりこれ大変です。なので、別の規則がないかなということを、考えます。で、別の規則がないかなということを考える時にもう、この3については調べたので、今度は掛け算の方で規則性はないかなということを、考えてみます。そうすると、この1は 1×1 で、次の6は2×3、その次の18は 3×6、その次の40は 4×10、その次の5番目は 5×15、はい、というふうになってます。ここは何番目かという、数がそのまま使われている。で、こっちの数はどうかというと、これは1、3、6、10、15。この数、見たときに、ちょっとピンときてほしいなと思うんですけど、これは数字を三角形に並べていったときに、この一番右端に、来る数、この三角数だなということが、わかります。なので、この20番目に来る数は何かなというと、20番目で、三角数というのは1、1プラス2、1プラス2プラス3というふうにこのグループごとに
足す数がこう増えていくっていうような、数列になるので、この20番目は、1から、20までを足した数ということになりますから、210になるので、4200と、なる。はい。ということで、数列を見たら、まずはこのグループごとになっていないかなというのを見る。で、それが当てはまらなかったら次は、差がどうなっているかなというのを調べる。で、差でもダメだったら今度は、掛け算に分解してみて、その掛け算にルールがないかなということを、見ていくという、こういう感じで、ちょっとルールを、見つけられるかなという感じです。次、大問の7いきます。右の図は一辺8センチメートルの正方形 ABCD の中に三角形 CEF を書いたものです。点 EF は正方形の一辺の真ん中の点で、点 GH は辺 EF を等しく3つに分ける点で、点 IJ は辺 CF を等しく3つに分ける点です。四角形 EGIJ の面積は何平方センチメートルですか？はい。面積とか面積の比を求めなさいという問題で、この辺を、この等分する、点が出てきたということで、これでちょっと、ピンと来てほしいなということがあります。それは、この三角形の、一つの線を M 対 N に分けて、頂点と結んだ線で、この三角形を分けた時の面積比は M 対 N になりますよという、ルールがあります。これにちょっとピンと来てほしいです。で、これを使って、解いていくことができる、問題になります。ということで、この等分した点と、まず頂点を結んだ線を考えます。そうすると、ここに1本引けます。で、それから、ここにも、1本引けます。これで、楽にこの問題を考えることができます。四角形 EGIJ は、三角形 EIJ、これに、三角形 EGI、この三角形を足したのが、四角形 EGIJ と、考えることができます。ここで、三角形、EIJ というのは、三角形この CEF、辺 CF をこの3等分した点がこの I と J なので、三角形 EIJ というのは、三角形 CEF、これを、3で割ったのがこれ、三角形 EIJ だと考えることができる。でそして、三角形 EGI は、三角形 EFI、これを3で割ったものと考えることができます。でこの三角形 EFI というのは三角形 CEF を3で割ったものなので、三角形 CEF 割る3割る3ということで、三角形 CEF かける9分の1と考えることができます。ということなので、四角形 EGIJ というのは三角形 CEF、これを3分の1個分と9分の1個分合わせたのがこの四角形 EGIJ ということになるので、四角形 EGIJ は三角形 CEF、これの9分の4個分というのがわかります。で、この三角形 CEF、これの面積は、四角形 ABCD から、三角形 FBC、三角形 CD、三角形 AEF を引いたのがこれ三角形 CEF。だから、この三角形 CEF は、64-16-16引く
8なので24平方センチメートルとなるので、結局この四角形 EGIJ は24×9分の4になりますから、四角形 EGIJ は3分の32平方センチメートルとなります。次、大問の8いきます。これは比較的簡単な問題かなと。直径 10cm の円について色を塗った部分の面積は何平方センチメートルですか？ただし円の中心を結んでできた正三角形の高さは 8.6cm とします。直径が10cm ということなので、ここは5センチ、5センチ。だからこの正三角形の一辺は10センチということになって、この高さ部分、これが、8.6センチという条件です。この求めるこの部分の面積は、この正三角形の面積から、この同じ形の扇形、ここを引いた面積ということになりますので、まず正三角形の面積が 10×8.6 かける2分の1、なので、これが、43平方センチメートル。で、ここから、この同じ形のこの扇形を、取り除いた面積になります。で、この扇形1個の面積は、5×3.14。で三角形の、一つの角はこれは60度なので、この扇形は360分の60、つまり6分の1、です。で、これ3つ分なので、これでかける3、というふうにすると、これが、35平方センチメートルとなるので、43-30、平方センチメートルで、3.5平方センチメートルとなります。次、大問9。6g、7g、8g、9g の4種類の重りがそれぞれたくさんあります。これらの重りを組み合わせて整数で表される重さを作ります。次の1から3の問いに答えなさい。過去1、8g と 9g の2種類の重りだけを組み合わせてできることが、できない重さは全部で何種類ありますか？これは整数の和で、整数を、作るという、数学オリンピックとかにも出てくる、タイプの、割と約束の問題です。で、この問題はこの小さい方の、数で、割った時の、余りごとに、ちょっと数を整理するという方法を取ると、分かりやすいかなと思います。まず8で割った時の余りが0のグルー、1のグルー、2のグルー、3のグルー、4のグルー、5のグルー、6のグルー、7のグルー、という形で、この0から始まる整数を、分類、していきます。そうすると、余りが0なのは、0から始まって0、8、16、24、32、40、48、56、64と続いていきます。余りが1のグループは1から始まって、1、17、15、3、41、19、57、65と続いて、で、同じように、こうやってグルーピングした状態で、この整数を整理していく。こんな感じになります。で、この中から、8g と 9g の2種類の重さの組み合わせで作ることができる、重さを、考えて消していきます。まず、余りが、0になるグループは、これは8だけで全て作ることができる。で、0はこれは、どちらも1個も使わないという選択ができるので、これはできると考えますので、これ0もできるものとして消していきます。
はい。で、次、アマリが1のグループを見ると、1はもちろん作ることができません。で、9はこれ9、1個だけで作ることができるので、これが消えます。で、それ以降は全部こう8ずつ、増えていくので、1個を9にして、残りをこう、全部、8で組み合わせるっていうやり方をしていくと、これも、全部作れます。で、アマリカ2のグループは、この2と10は作れませんが、18は、9、2つで作れます。で、その後は同じように全部8で作れるので、こうやって消していく。で、こういう形で、これ全部作れる数を消していくって、このようになって、残った数はこれだけ、ということになります。でこの余りが1のグループは1個、2のグループは2個で、この7のグループが7個まで、これ全部足した数が、これができない重さの組み合わせということなので、1プラス7かける、7かける2分の1で、これで28なので、この括弧1は28通り。はい。で、2も、これ同じ方法で考えることができますが、まあこれ1、せっかくこうやって整理して考えたので、この1をちょっとうまく活かしたいと思います。この8と9の場合は、この8で整理して、この1で始まって8より1個少ない7までの、和の分だけこれ組み合わせがあるということだったので、今度は7と8だったらこの7で整理して、7より1少ない、6まで、1から6までの和の組み合わせだけあるということになるので、7×る2すると21通り、21種類あるということになります。種類。はい。最後、このカッコ3は6、7、8、9、4種類。これは先ほどのようにちょっと、数を書いていって整理するのがいいかなと思います。これは一番、余りの少ない6、で割った時の余りで整理しています。そうすると、こんな感じで、じゃあこれを作れる組み合わせを消して、まず0はどれも使わないという選択ができるので消します。同じように、さっきと同じようにできる組み合わせを消してをすると、10、11ができて、その後10ということになって、で、この残った数を数えると、これで7種類となります。はい、以上です。ちょっと、京都教育大附属桃山は福井大附属、よりもやや難しいという感じの、問題なんで、まあちょっとね、この、難しめの問題でちょっと追い込みかけたいぞという、場合には、おすすめの、過去問。まあ他にも茨城大附属、奈良教育大附属、横浜国立大学附属の問題なんかが、使えますので、ちょっとやってみてください。はい、じゃあ今回の解説はこれで終わります。はい、また見てください。ありがとうございました。